そろそろやりますか。はい。ということでね、オープニング考察なんだけど、正直ね、わかんないところしかありません。けど、せっかくね、新オープニング出ていますので、ゆっくり見ていくことで、これ何とかなるところあるかもしれませんので、見ていこうかなと思います。で、メインはね、その映像の方で、歌詞はね、ちょっとおまけぐらいで、やっていこうかな。はい。で、最初はこちら。Now it's time to unite, let's shout. はい。で、僕英語がね、全然できないので、この Google 先生にね、そのまま入れて直訳になっていくんですけど、今こそ団結して叫ぼうと。で、映像の方が、パステルカラーって言うんですかね。この淡い色したヤシャ姫たちの姿で始まるんだけど、その前のオープニングの最初が、とは刹那が、対になっていて、全然別の形でね、モロハがこの夢を放っていくという始まり方をしていて、で、実際にの章の話的にも、とは刹那の姉妹の話と、モロハの話がね、ちょっと別個になっていたのかなと思うんですが、今回は3人一緒に、そして歌詞的にもみんなが、共に立ち向かっていく思いがね、伝わっていくような気がする。で、みんなの後ろ姿、飛び散る水で顔を上げるとはと、Hey, this is a song to get me the power. この歌は私に、力を与えてくれる歌だよと。で、Can you hear the rolling of our soul? なんとかっていう感じで、魂の方向が聞こえるかためらってる暇はない。そうだろう。よし、始めるぞと。気合い入れてね、やっていこうという、はい。そういうところでしょうか。で、次の映像が、とは刹那モロハの頭上を、これね、後のシーンから考えると、妖霊星ですかね。妖霊星が通り過ぎていき、天平の地、不可抗力の荒野。その妖霊星が落ちてしまった後か、この時の風車の力の結果、末法末世となってしまった現世のことをね、表しているのでしょうか。そしてね、タイジアのみんな、現代で再び戦国時代の別の場所となっても、この同じ位置にね、この妖霊星が流れ続けていくという、描写すごいね、良かったんですけど、当然の話ですが、この妖霊星が半四ナシャ姫2の章、後半戦、キーになってくるのかなというのと、その歌詞が暗転のステージ、きっかけは誰の声だ。僕らには僕らの物語があるはずだろう、いざ名店。この座組なら公然。で、この暗転のステージきっかけは誰の声だっていうのが、こんな末法末世にしようとしているのは、誰なのかというところ。で、ずっとそれが、キリン丸がね、何かしようとしていると思っていたんですけど、もしかしたらね、ちょっと別の誰かがきっかけとなってしまうかもしれないね、という、感じ。で、この僕らには僕らの物語があるはずだろう、いざ名店なんだけど、この戯曲をさ、物語っていうとすごいね、かっこいいなっていうのと、でもこの戯曲ってね、そもそも僕、言葉知らなかったんだけど、演劇をするための台本とか、脚本を、すごいかっこよく言った言い方のことみたいです。だから俺たちには俺たちの役割があって、今この暗転している、ステージ、世界を明転させていく。で、この、座組なら公然なんだけど、この公然というのが、自信の、現れみたいなことみたいですので、この座組集まりならば自信を持って、この暗転した世界を明転させていけるという、すごいね、いい意味合いの、場面かなと思うんですが、そこでキリン丸から、キリン治にね、移り変わっていくんだよね、映像的には。だからここだけ見ると、そのすごい、味方サイドなキリン丸も、キリン治も、なんか味方な感じがしてくるような感じがあります。そしてね、ここちょっと話変わるんだけど、そのオープニングのこの場面で全く音沙汰なかったしっぽうさんがサプライズ登場ね。でこれ次回予告でもね、もちろん、早くも登場していたんですけど、このタイミングでオープニングリアルタイムで見ていた人みんなね、うわ、しっぽうじゃんとね、なったんではないでしょうか。そしてまた英語パートに入って、Don't worry, if you are down, our ties are always here. 大丈夫、落ち込んでも、私たちの絆はいつもここにあるよと。で、最後奪われた世界、奈落の淵で、轟かす共鳴。で、その画面の方では、もう、毛糸玉ぐらいね、がんじがらめになってしまったリオンを、これまた裸でね、包み込むキリン丸。だからこのぐらいね、そのキリン丸との絵にしっていうのが複雑化しているのかなっていう感じ。で、その次もね、なかなか衝撃なんですけど、この轟かす共鳴のところで、リオンとキリン丸がね、いるのはいいんですが、その間にある、これ、リオンの影だと思うんですけど、それがね、なんか、蝶にね、バーってね、変わるんですよ。なんかね、ちょっと怖さを感じました、これ。そしてここからね、サビになっていくんですが、映像もね、気合入っておりますよ。紫のね、炎に燃えた、キリン丸様と、そこどこっすかって思ってしまう、リンの姿ね。これがその最初のセリフであった、天平の地、不可抗力の荒野なんでしょうか。で、歌詞がギリギリに立ってんだって分かってんのに、それでも選んでしまった夢と誇りというね。これはなんかこの二人の、セショマリンのことをね、言ってるような感じもしますよね。その絶対絶命の状況でも立ち向かっていく姿というところが。で、どれが運命で何が賢明なんだと、戦うイリアン社と鏡の姿っていう感じで、ついにね、再会を果たしましたので、今後、二人の活躍も見れるかなと思います。そして、間違い、すれ違いすらも含んだ誓い、で、これはその歌詞のところはね、ちょっとなんとも言えないんですけど、こんなかっこいいがあるんだね。で、映
映像の方は、再びそのキリン治の姿と、後ろがですね、そのバラバラとなった時の風車。これがその崩壊する時の風車なのかなというところね。で、あとこの色合いがすごいまがまかしすぎるんで、うってね、やっぱり敵なのか、ちょっとそのキリン治先生の立ち位置がオープニングからだと読み取りにくい。そしてこのね、最後のところもなかなかね、感じるところあるんですけど、代わりなんていない僕ら静寂切り裂く矢のごとく、今を生き抜くだけと、涙をね、浮かべるとはと、その涙を指で拭き取る陸の姿。これはね、なんでしょうか、最新話のところから考えますと、キリン丸を倒すことで陸が死んでしまうっていうことを、トワさんが知るのか、またその陸が消えてしまうようなことがね、別であるのかもしれないですけど、こんな状況になっても自分の命の危機になっても陸さんっていうのはですね、そもそも、人形のようなものですから気にしないでくださいと、涙なんかにあいませんぜとね、変わらずの笑顔で、トワに向けて、そのトワが泣いてるトワを笑顔にするためにこの一面を花で埋め尽くしてくれるよと。で、この花がね、何なのかわかんないんですが、そのアイキャッチでね、トワさんがむしっていた、なんか好きなね、花なのかなーっていうところなんですけど、その特殊なね、生まれ方を陸さんしたかもしれないんですが、この陸は陸しかいない、代わりなんていないんだよというとこだけど、この陸さんね、結局どうなってしまうんでしょうが、そして最後はね、一言、金言とね、これはその手紙の最後とかにね、つけるものですので、だからその言葉通り締めということなのかなと思うんですが、その映像の方はですね、このトワ、セツナ、モロハが代わり代わり何かに切りかかっていくんですが、その相手というのがこちら、またね、その謎の蝶なんだよね。で、そしてね、蝶といえば夢の胡蝶がね、あったと思うんですが、先ほどリオンがね、蝶の姿になったシーンを考えますと、このシルエットは誰っていうか、何というね、ところが、とりあえず汎用のシャヒビ新オープニング、共鳴を見て思ったところです。やっぱりね、オープニングから考えていくっていうのが、どこまでね、リンクしているのかもわからなかったりするので、難しいところではあるんですが、ぜひぜひね、ここはこういう捉え方もできるのではというのがあったり、それ以外もですね、普通に、感想とかありましたらコメントしてもらえたらなと思います。で、あとね、この終わった前のオープニングとかもね、改めて見直してみるのも面白いかなと思いました。それではご視聴ありがとうございました。